けさんがペヤング持ってるのめちゃくちゃ面白いけど。これあってこれあってなんでもやしあるんですか。もやし入れてました。安いんですよねもやし。あー最高。たけさんにも青年があったんやな。青年時代が。じゃあ、ここで武監督のこれ若い時に食べてたんですか？そうこれもっとはなんかパックで安くて売ってるペヤングもう特売で10個いくらにもうほとんどがなんか50円以下ぐらいもう何日も経ってそれをスーパーで買ってきたのがあるから56人で学生の時に集まるでしょ。酒飲んでると「おなんかペヤングあるで」みたいな。最高。それでなぜかペヤングをまあペヤング以外にもこういう安い肉とかで食べた後にちょっと締めで焼きそば行こうかなぜかペヤングをやってくださいよ。ちょっとペヤング鉄板で焼くの初めて見た。いやバカでしょ。だから気持ちね。そう本当は生の焼きそばとか買ってきたらいいのにペヤングをなんか減らしたいがためにいいね。なんか学生のそうアホやろこれでこうやってねでこれでソースもチャーもうすぐ食べれるんだよねこれ。すぐ食べれますよ。すぐ食べれるんでもうこれに魚肉ソーセージでしょ。そうこれもう入れてこんなんなかったのハサミじゃなかったのこういうのキュッキュ入れてね。うわ乱雑な食べ物。ジャンキー。そう見てくださいこの大きさ魚肉の男子この乱雑さが男子。しかもこのひねるのがいい。でも割と俺と武さんの会話についてこれるよね。昔話に。そうですかね。だって全然世代違うのにさ。なんかおじさんの友達多いんですよ。おじさんおっさん多いんですよ。またおじさん扱いされる。おじさんっていうおじさん多いんですよ。自分ではおじさんの気持ちはないんですけどないんですよ。こう言ってあと卵をもうキュッとでこれをもうこんな上から取りたいでこれペッてもうちょっとこう混ぜて。マヨネーズとかいります？いらない。僕はマヨネーズは入れなかったやつというかそんな立派なものはない。もやしさっきもやしはねなぜかね家にあったんですよよく。もやしちょっと入れましょう。もやし入れましょう。これ周りにダッと入れて背徳感すごいよ。なんか豪華な気持ちになるでしょ。いい感じ。これなんか急にほんまや。なんか豪華な気持ちになるじゃないですか。それをみんなでつつくんですよ。ガチャーって混ぜて。もうこれはうまいってわかる。もうジャーッとしてもうこうしてもういやめっちゃ飛んでる。もうこう麺で包むようにしてね。でソースがあったらまあもうちょっとソースをありますよ。もやしがちょっとね、もやしをこうちょっとソースで。わはいいいんじゃない？なんかちょっとマヨネーズいる？マヨネーズ入れていいよ。後でお好みで。なんやろこの背徳感というか。いいでしょこれ。一味とかいらないですか？一味いります。一味ふりかけのこれどうですかこれ。そうこれもふりかけパーってかけるんであともやし多いな。そうもやしが多いんですよ。もやし多い。それはなぜかというともやしがたくさんあるから。もやしがたくさんあるんですよ。もやし安いし腹膨れるから。腹膨れるんですよ。であるもんでお腹いっぱいにしようっていうそういう。でもなんかいい感じ馴染んできて。これねふりかけしてあとはもうお好きにどうぞ。もういつでも食べれますこれ。よそって。いいじゃんねこれ。いいよねこれ。こうするとみんな幸せな気持ちになるんですよ貧乏学生たちは。この幸せって。どうぞ。ありがとうございます。よいしょ。魚肉も入れてこれもやしも入れるのよ。なぜかもやしが家にいっぱいある。俺もそうやったな。もやしに卵をかけて。もやしってすごいですよね。すごい。味噌汁にもやしいっぱい入れたの。万能。こんなんさ一人暮らししないとこういう食べ物食べないよね。そうね。こういう時々その大学の同級生たちとこういうのをそれぞれが勝手にやるんですよ。楽しいな。いただきます。
ね、これ今家で一人で食べてたらわびしいけど、このメンツでここで食べる美味しいな。おいしい。うまいでしょ、なんかなんやろなこれ。でこれペヤングをなぜか焼くんですよ。なるほどな。そうするとなんかこう、プラスチックの容器の中に入ってるよりはちょっとこう豪華に全然違う。てかこれを囲んでみんなで食べるっていうことがいいですね。うまい。その空間がいい。これもう美味しい。30何年ぶりかに食べて全裸監督のおかげや。よかった、今まで一生懸命やってきていけるわ。俺今日のために朝から何を食べていって私も。いや僕も食べてないですよ。これうまいな。いやこれなかなかいけるね。今度家でやってみようかな。でこのなんかこの卵のちょっとこう焦げた感じもいいよね。お客さん来た時やってみよこの番組ちょっとあれですね、カメラ回ってることほんまに忘れ。いや全然忘れてますよ。う。酒がこっからもうないんですよ今、空間が。やっぱりこれ酒の力だよこれ。いやーほんますごいわ。で大体、夜集まって、なんか飲み屋も行けないから、まあ自分の家か、もしくはうちの近所にもう一人いたんですよ。でそいつん家でやることが多かった。そいつん家はうちよりも広いから、で人もたくさん入れるから、でそれでこういうの全部食べるじゃないですか。もう持ってきたもん全部食べたの。最後明け方ですよ。スイーツの時間になってデザート食べようかって話になると、わかります。こんなあったでって、これ今低いですけど、こんなでかい缶をね、もっとあるやん他に。そういうのをなんか、いやなんかもらってきたっていうやつがいるのよ。これどうしようっつったら、もう食うしかないやろっつって。それでもうだいぶ酒入ってるから、じゃあ食おうや。あ、そのまんま。いやみんなでこう食うんですけど、中にはビールのジョッキあるでしょ。あれにこう入れるんですよ。そら痛風になりますよ。痛風じゃなくて糖尿になるんじゃないかって。でこれってこうちょっとさ水分少ないんだけど、でかいのになると汁になってんのよ。ああ、汁になってんのよ。もうちょっとでかいと。でなんかちょっとじゃんけんで負けたやつが「もう一気一気」っつってガーって飲むと、意外とそいつが「うまい」とか言うから「俺もちょっと飲まして」とかって言うと「どこが」とかって言いながら、でそれでね、なんかそれがもう恒例になったんですよ。なるほど。なんかもういつも集まって、それでなんか変なね、そのグループの名前を付けたの。なんか言ってたな、甘い青年の会だ。甘い青年の会だ。今思い出した。甘い青年の会の会やろうやみたいな。そうするとなんかアルバイトで1ヶ月に1回ぐらいみんな家にあった余った「俺今日こんなんあるで」とか「こんなん拾ってきた」とかなんか言うやつ。あともらってきたとか言う。お前もらってんのか？絶対もらってないだろお前。お前が勝手にもらったと思ってるやろ。この流れのとんぺいって。いや美味しいと思いますよ。ちょっと油敷こうか。これスタッフさん切ったんですか？人参の切り方雑すぎません？とんぺい焼きの。俺が切った。もっとちゃうねん。オーナーちゃうねん。ここで焼く用やからこんな感じかな。俺人参あんま焼かない。とんぺい焼き用じゃない。とんぺい焼き用もいんの？人参。とんぺい焼き、いやあんにやったらいるなと思ったけど、大きめにこれはそうこれはオーナー。もやしあるけど。あ、もやし欲しいです。もやしって本当お金ない時は。だから AKB のそれこそもう初期の方の時に痩せなあかんし。でも美味しいもん食べたいし、安いもんがいいしって時に作ってたのがこのとんぺい焼きなんですよ。もやしは？もやしもちろんもうたっぷりと。すごいなもやし。もやし有能ですよ。そうだよな。AKB はそのちょっと食べ過ぎてもダメだもんな。そうなんですよ。一回太りすぎて選抜外れたことあるんで。そういうのあるんだよな。太ってたらあかんみたいな。だって十何歳やから太り時じゃないですか。そうだよな。でも当時はもうダイエットとかすごいしなあかんかったから一日ゼリーだけで過ごしたりとか絶頂の時はしてましたね。食べたいもんも食べられへんみたいな。今までそういう我慢したことあります？俺全然できるタイプ。
節制とかですか？普段せえへんからなんか仕事が決まったりした時にそれに向かって自分いじめるの好きまあやっぱ俳優のね高之さんも今回監督役で結構太ってたね。太られたじゃないですか。75ぐらいまでいったって言ってましたよ。きつかったよな75。そうなんか聞いたらもともとはそんなジャンクなもの食べへんけど、あれまたね戻すのが大変だね。ソースもらっていい？戻すのが大変だ。だいぶ戻ってきたって言ってましたねこの間。だいぶよくでもまだまだもうちょっとですね。俺彼とはね13人の資格っていうそうね映画以来だったからあの時まだ若かったね。よく飲みに行ってたけど、もう最近ほんま飲みに行けないですもんね。久しぶりですよだから人と飲んだのめっちゃめちゃ楽しいですねやっぱね。家でも飲むんですか？僕はね一人では飲まないですね。やっぱり人と喋ってる飲むのが楽しい。そうね。だから純粋になんか酒を愛すっていうことではなくて好きですけど、それよりもなんかこう酒飲みながら誰かといろいろ話すのが味見します。マヨネーズもあるで。マヨネーズは後でかけます。後でかけますね。これ何ですか？ほら助監督やったじゃないですか。で油もらっていいですか？昔の監督って普通に聞いても絶対教えてくれないんじゃないですか。これでいいですかとか、これってまず聞けないじゃないですか。酒の席に「おいタケお前これどう思うんだ」とか「お前分かってねえな」とかこう言われるじゃないですか。でその時初めて監督と話せるっていうか口も聞けないんですよ。だけど酒飲むとそこにいるとなんかヒントめいたこと言うと「明日の衣装は何とかだな」とかなんかバカなこと言うわけですよ。バカっていうかもう哲学的なことを全然分かんないですけど、でもそれをなんかヒントにね、そういうの楽しかったですね。ちょっと聞けないような昔の話とか、俳優さんと昔こういう仕事をしたっていうのを普段だったら絶対言わないようなことを飲んでる席でちょっとお前分かってるかとか言いながら話してくれるじゃないですか。それが嬉しかったですね。で一番下っ端のなんかペーペーの右も左も分かんないようなやつに一番偉い人が「お前分かってんのか?」って言ってくれるのが嬉しくて。そうですよね。ちょっとこれいつもフライパンコテあるわそういえば。なかなか鍋ではこれ言うね。でもこれがいいんじゃないの。でもこれでいけるんちゃう？はい。これすでにうまそうだと思う。このジャンクコラボ。これ乗せられへんな多分。ここに乗せんの？ここに巻いたら。これをこのまま乗せて。乗せる。じゃあ俺がやったろう。来たオーナー。来ました。もともと俺とんぺい焼きはどういう思い出があるの？まあだから AKB の時にお金がなくてだいぶ食べた。だいぶ食べました。やけど栄養も取りたいし肉も食べたいし、やけど痩せなあかんし。でもお好みだとちょっと重いしな。いやお好み焼きは小麦があるから結構重いし。うわすごいいい感じ。さじゃあたけさんサブですかけてください。これパンパンってかけていい？じゃこれかけるよ。すごいいいじゃんこれ。これは酒の。これ美味しいね。これ。イエーイ。これいいもう。これで食べる？もう全然自分のあれでもいいですけど。これが美味しいんですよ。今回はペヤングも入ってるで。そうですよ中に。そうかやっぱとんぺいぐらいだとまだ食べれるんですね。お好みだとちょっと強いですね。もう強いです。とんぺい焼きだともう全然。あとここにキャベツも入れたりとかね。そうね。キャベツが入ってる。いいよ。ありがとうございます。そうか。じゃあこれはあれだね。自分を作ってくれた。いや本当ですよ。青春時代に。青春の。ありがとうございます。おっと。この卵がいかに半熟かっていうところにかけてるんですよ。なるほどね。ちょっとこの少しね。つるっとしてる感じがいいよね。食欲うますよね。ちょっと残ってる感じ。それはやっぱり今のかき揚げ時が良かったですね。なんか嬉しいな。全裸監督のおかげですよこれ。いやほんまですよ。よかった。オーディション来てよかったよ。ほんまですよ。行ってよかった。行ってよかった。行ってよかったオーディションに。良いお年をと言って。どうですかたけさん。いやうまいよこれ。よかったー嬉しい。これ確かに半熟感がいいですね。そうなんですよここ決めて。家で今でも作りますよ。ダイエット中とか。
うまいね。あれなんか俺そういえばなんか事前にスタッフから聞いたんですけど、たけさんがなんかそういえば入国の時に俺ねそれびっくりした。俺ね、アメリカ2012年の時にね、それこそね、モンゴル野球青春期っていうのをモンゴルでは撮ったんですよ。で、モンゴルで撮って、それがなんかね、ロサンゼルスのなんか変なマイナーなね、スポーツ映画祭っていうのがあって、もうスポーツ映画だけを世界中から集めてる映画祭があったの。これはおもろいなと思って、ちょっとそれの撮影の合間だったけど行かなあかんなと思って、2泊3日ぐらいで行こうと思って行ったの。でなんか行った時にちょうど入国する時に久しぶりのアメリカですよ、2012年でもテロの後行ってないから、で結構シビアになってるでしょ、2011年ぐらいだから、22年戦争やってる頃だから、それでやっぱなんかすげえな、入国厳しいなと思ってって、ちょうど僕のね、その今から行く先がね一番揉めてんですよ。なんかでアジアの人多いわけですよ、厳しい人がね、厳しい人がやってんので、一人女の子がね、ベトナムかなんかの子かな、すごい時間かかってきて、もう最後なんか泣き出してんのに連れてかれちゃったの。おいマジかよと思って、えらいとこ並んじゃったなと思ってね、で行ったらやっぱなんかこうちょっとなんだお前はみたいな、相変わらず人相悪いわけですよ、ひげ生やしてひげ剃ってくれよかったなと思って、なんかもうなんかお前なんだみたいな顔してて、なんかいろいろ聞かれるわけですよ。で片言の英語で喋ってて、なんかお前何言ってることわかんねえみたいなこと言われて、で映画で来たんだっつって、映画何しに来たんだっつって、で映画祭っていうのは今あって、そういう映画でね、で映画の、普段何やってるって映画のディレクターやってますって言ったら、お映画かって言って、ちょっと急に変わったの。お前は日本の映画監督だったらお前あいつ知ってるかって、あいつっていうの背高くてこうこうやって忍者の映画出てるやつなんだって言うわけよ。だからすぐ井原さんだと思ってで俺井原さんの忍者見てたから、そう忍者って作品やったんですよ。忍者ちょうどねインザヒーローっていうのはやっぱこう立ち回りだから今忍者を見たんですよ、でそういうの参考になるなと思って、それで背の高くて忍者とか言ってるから井原さんだと思って見せて井原かって言ったらそうだよって言うわけ。なんだよ俺はあいつと知り合いなんだみたいな言うわけですよ。そのおっさんがこんないかついおっさんが、そうなのか知り合い俺はねなんか会ったことあったみたいなこと言ってるわけよ。そうなんだと思って、だから俺は一緒に仕事したことあるよって言ったら急にそうですか一緒に仕事したことあるよってちょっと言ったわけよ。一度仕事ね助監督の時にだから一言したことありますよって言ったら OK 楽しんでこれみたいな、全然タイプじゃん。だから井原さん今こっちに来てるからやっぱ全然井原さんのおかげで助かったと思って。それケン渡辺やったらわかるけどね。いやその人はねずっと忍者多分見てブラジルでも俺ね歩いてて言われたことある。LA でも言われたことある。黒人にいきなりバーって通ってって振り返って忍者とかって言われたことがある。そうなんや。その作品硫黄島の後にね忍者っていうやつをやったんだ。そうアクション、ね、有名なイギリスのアクション俳優とやった。そう面白かったのすごい。で俺も見てて参考にして、でもその時はねこういう時に救われたって思いましたよ。ものすごい面倒くさい親父だったから。あれ入る時にね人によって違うからね。何にも言わないでさっとほら言う人もあればすっげえ真面目な人もいるじゃないですか。だからちょっとこっちもよく分かってないし、なんかうさんくさいやつ来たなと思って一生懸命やるから、そしたら急に井原さんミスター井原とか言ったら忍者とか言ってたらオッケーとか言って楽しんでこいよとかって。ところでお前どんな映画撮ったんだって言うから、もう俺英語喋れないからオッケーオッケーとかもういいやと思ってめんどくせえと思って。そういうのはでもね、やっぱなんかいいよね。そういうで俺はなんかハリウッドに来たって感じすんなと思いながらね。でその時に向こうのね映画いろんな国の人たちとやっぱ喋って終わった時に、それに2012年じゃないですか。だから今度全裸で今度久しぶりに行ったわけですよ。知ってる人いっぱいいるでしょ。で行ったわけですよ。でそれ仕上げが向こうでやったからね、一の時は。それで今度はその10っていう映画で、その日本のまた違う映画祭で、ロスの映画祭で行ったんですよ。
でそれがちょうどね全裸監督のね配信の3日後ぐらいだったわけ。でバーでその上映会が終わった後に、まあ、映画人たちと集まって酒飲んでるわけですよ、バーで。だからもうねそこでね聞こえてくるの、ネイキッドディレクターとか。すごいでやっぱ片言のあれだけど分かるわけ。今ってこう席に座ったやつが俺今3話まで見てたっていう、なんか面白いよなとかって言ってるのを聞いた時に、たまたまその映画のコーディネーターやってた人がその人たちに「今日ネイキッドディレクター見たの?」って聞いたらしい。で今3話まで見たんです、だからでも今飲みに来たから途中でこっち来たんだで俺今日1話だけ見たとかって盛り上がって、だから今監督学校に来てるよって言ったら「っ?」つって「そりゃそうなるわ、おめえネイキッドディレクターか?」って言うネイキッドディレクターってやつ忍者じゃないですけどネイキッドディレクターって言うわけよ。そうって正確に言うとネイキッドディレクターのディレクター。全裸監督の監督なんだ。でも多いわけよ、でこの間山田君が言ってたんだけどなんか変わったって言ったら向こう行って歩いてるとネットフリックスって言われる。わあそうなんだ。山田孝之のことを村西って初め言われるのかなと思ったらああいうネットフリックスって言われる。ネットフリックスってやったらハワイとか言われる。ネットフリックスローマって言われるかどうかわかんないけどネットフリックスって言われるかもしれない。うわあそれすごい。これはネイキッドディレクターって言われる。でもその時にさ初めてやっぱ思ったのは今まで日本の映画とかやって1年後とかに海外で上映されたとか、何年か経って例えば7人の侍だって時間を経って黒沢っていうのをみんな知ったわけですね。溝口とかみんな知るじゃん。そうじゃなくて3日後ですよ。早いね。すごい。やっぱりね時代そういう意味では早い。だからもちろん日本人の人もいましたしね。今日飛行機の中で見ましたが空港の待ってる時間で見ましたとか。だからなんかこうやって時代って変わっていくんだなと思って。でそれは逆にネットフリックスの日本のプロデューサーの人たちに連絡したの。今ロサンゼルス来てますけどもうこんなこと言ってますよ。そうなんですかみたいな。こんな反応ですよっていう。分かんないし今まで初めてだから。でももうすでに3日しか経ってないけどこういう反響になってますっていうのをみんなに伝えてあげようと思って。だって6月24日にね8話同時公開ってことは世界配信やから世界で見れるっていうのがすごいですよね。だから僕シンガポールとかの人にも言われたネイキッドディレクターって言ってだからそういうところでもこうねアメリカだけじゃなくて、これから海外のオファーも来るかもしれないですよ。いや来たら嬉しいですけど、面白いですよ海外で。面白いですよね。でもねなんか海外の仕事をたまにしてるけどもうほんと一緒、やり方は一緒、言葉の違いだけでもう本当にねカメラマンは割とカメラマンっぽいのよね。変わんないですよね。変わんない。そのシステムはやっぱりあってそれ用意ねアクションでこうカチッてやって例えばやることとカメラの前で演じることとかそれはなんかだから世界共通の俺らなんかその映画という言語を持ってるのと同じだなっていうのは俺は昔ブラジル映画出てまあ今もブラジル映画今年公開されるのかな一本そうですか。撮ったんだけどまあそれすごい思いますよね。ブラジルの映画も面白いですもんね。ブラジルはすごかったね。2年前に行ってサンパウロでロケしてたからもうジャンクをやってる人がいきなり寄るんだったら警察もいいんだよ。警察が守ってくれるんだよ。だから俺らが隣の控室でホテル借りてんだけどたかだか300メートル行くとこに警察2人とガードマン2人ぐらいつくの。ついて移動してでもそこでも裸足で座って薬ガーってやってカーって飲んでる危ないやつがゾンビのように出てくるんですサンパウロ。僕もねサンパウロで撮影したことあるんですけどそれ93年に撮影で行ったんですけどもう裸足で歩いてる人とかいてそう裸足いっぱいで夜なんだけどもう目がなんかね目玉だけがギョロッとしててね怖いんですよ。それで撮影してる時にちょうどねブラジルのねワールドカップの予選の時94年のワールドカップの予選の時でブラジルがその時めちゃめちゃ調子悪くてひょっとするとワールドカップ出れないかもしれないって時だったんですよ。ありました。僕サッカー好きやからそう93年それで俺らバーの撮影で行ったんですけどバーが開いてないわけですよ。でみんなスタッフ待っててこれなんで開いてないんだって言ったらお前バカかっつって店見てみんな今
ブラジルがワールドカップ出れるか出れないかの瀬戸際の今試合をやってる最中なのに撮影なんかやれるかっつってもう誰もいないんですよ街中。それで俺らじーっと待っててある瞬間ですよ土星のようにうわーって人が溢れてくるんですよ。要するに勝ったそっからもうみんなもうこんなでもう一緒に飲もうみたいな感じになって分かった分かったでも俺ら撮影なんだよいいじゃねえかみたいな感じでやってるわけよ。それでナイター準備して夜の準備行こうと思ったらさっきその飲んでた場所ですよ。そのさっき飲んでたやつらが全員壁の前で警察にショットガンで壁の前でみんな手ついてるんですよ。で「ああさっきの」とかって言ってんだけど何なんだよと思ってこっから撮影すんのかと思いながら怖くてね。ブラジルは面白いよ。映画も素晴らしいけどね。でもなんかその僕は海外で撮影やってる時の方がかえって楽な時なんですよ。何が楽なんですか？なんかね変に言葉がいらないっていうか、もちろんなんていう例えばカメラ置くじゃないですか、正面ここだっていうともう決まるじゃないですか、もちろん細かいニュアンスは通訳入れたりしなきゃいけないんですけど、もちろんでも台本の中で把握してるから同じ人間のやる芝居って分かるんですよね。分かるんですよ。だから日本のスタッフと同じでなんか別にあんまり言わなくても、カメラここでどうのって言って芝居ちょっとパッてやったらもうみんな OK みたいな感じになるじゃないですか、で日本だとちょっと場合によっては説明しなきゃいけない時ってあるんです、で言葉で説明するとなんか間違ってとらわれて、そっちじゃないんだけどみたいな、またもう一回修正して、本当はこういう意味で言ったんだけどみたいなことあるんだけど、外国は言葉が足りない分、なんか見るじゃないですか、で見て感じるから、空気をね、空気を読むわけよ。さっきの井原さんのあれじゃないんだけど、じゃあまず一回見てみようよっつって彼がやってみるのを見てみようよって言ったらいいじゃんってなるけど、日本はやる前に言葉が先行するじゃん、なんかこうこうこうであれあれってだけど、それが意外と海外で撮影するときにライトこっちでカメラここでってなったらなんかそれがもう言葉の代わりになる、そうそれはすごい感じましたよ。だからいろんなねなんかこう世界で映画って撮られてるから、今僕はちょっとフランスの話がちょっと来ててあるんだけど、あるかどうか撮れるかどうかわかんないんだけど、それはフランス語なのよ。で俺もフランス語をちょっとトライしないといけないんだけど、日本人の役ですか？もちろん日本人の役なんですけど、フランスが流暢な日本人の役でもうそれ一回流れたやつなんでないかなと思ってた。最近監督からメールが来て「行くよ」って来たから「行くよ」って言われても俺練習せな行かれへんけどみたいな。まあでもまた一つねチャレンジですよね、フランス語ってそうですね、言語ね、言葉ってやっぱり大きいですよね。でもね、そのうちここにペンダント型のなんかそれやばいそれやばいポケ道具みたいなのついてもうそれとかチップ入れたらもう全部いろんな言葉喋れたり。俺はもうチップ欲しいね、記憶すんのになんか覚えるの苦手やから、なんかそうどうなるかどうなんですかね、これから将来のその映画とかこの特にエンタメ業界ってどうなると思います？何を武さんはどこに行きたいですか？僕はやっぱり今みたいにやっぱりいろんな国、いろんな僕らもかつてそうだったように、いろんな国の映画を見て、アメリカの映画も多かったけど、ヨーロッパの映画も見て、行ったこともないのに覚えたじゃないですか、なんとなく情報。で映画の面白さってそこで、いろんな国で例えば自分もそうだけど、日本の監督が外国の人とやってもいいし、外国の監督が日本人とやってもいいですし、そういうことがなんかもっと楽になるっていうか、その配信のスピードもそうだし、僕これいただく今Zoom での打ち合わせもできるようになったし、そういうのが役に立ちますよね。すごいじゃないですか、かつてだと考えられなかったぐらい意外といろんなことがスムーズになってるから、時代がね、多分もっと可能性が広がるから、もっと風呂敷を広げられると思う。今まではこんなことできなかったんじゃないのじゃなくて、なんかあんまりできるできない考えずにこういうことやったら面白いんじゃないっていうことがもう映画だったりできるようになってる、だからつまり
できないことはまずないっていうところから始まるっていうか、そうね。うまさにその全裸監督もそうだったように、できないことからはないというところから始まる。できることが何でもできるんだっていうのは、やっぱりこのいろんなものをクリエイトしていく中ですっごいやっぱり必要なことですよね。できないことはないっていう、できるんだという。最初全裸の打ち合わせする時も、これやっぱ村西宇宙から見た方がいいですよねってやっぱなるじゃないですか。でみんなってなるけど、どうするんですかってなるけど、やっぱやっちゃうわけじゃないですか。そう、それがやっぱりできないって、日本の映画だけやってるとそういう意見も出せないし、もうできないことを前提としてこう考えちゃうんですよね。だから今までの経験の中だけで言うんじゃなくて、やっぱやったことないから発想がだから豊かになりますよね、そっちの方が。で、そういうのがないと発想が貧相になって、こんなことありえない、言っても通らないなっていうところから始まるから、もう発想がこうなっちゃう。で、何でも通るね、さっき言ってたように、何でもありだってなると、いろんなこと言えちゃう。ダメならダメでしゃあないけど、こんなんはみたいな。それってなんか例えば小学生が何かを作るときにむちゃくちゃなことを言う。いや、それが俺ね、やっぱりものづくりって大事だと思うよね。遊び心というかね。そう。でも必ずやっぱりその経験値とかで、これはこうした方がいいんじゃないっていう人出てくるけど、いやもうそんなのね、経験値もクソも僕らはその本当にいつまでもやっぱりこう夢をやっぱ追っていきたいですよね。そういう夢だね。どうなの？なんかこう将来でこんなもっと自分は生きたいって方向とか明確にあるの？いや、もともとその歌がすごい多かった。 AKB の時もやっぱ歌の子って言われることが多かったんですけど、なんかやっていくうちに芝居への惹かれ方が異常じゃないというか、お芝居がすごくこう興味がどんどん正解もないし、やっぱり自分が分からなくなった時に導いてもらうのが基本的にお芝居というか、なんか自分が乱れてしまってどうしようもない時に、取り留めもない時に見るのがお芝居やったりとか、その映像を通して自分を見るっていうことがすごくあるなっていうふうに思うんですよね。その救いというか、だからお芝居をやっていきたいなっていうのがもう年々強くなっていって、その芝居がうまい下手とかそういうのはもちろん大事ですけど、やっぱ好きっていうことって一番大事な気持ちやなっていつも思うから。好きなことができるのってめちゃくちゃ幸せやし、好きなことがあるっていうのはまずいいことだよね。そうですね。今だって何をやっていいかわからないっていう若い人がほぼほぼですよ。だからその中でやっぱり明確にやりたいことがあって、それがまずやれてることが幸せで、その次にそれで生活できればなおだよね。それやと黒澤明さんの言葉でね、やっぱ好きなものを見つけなさい。好きなものは絶対大事にするから、だからすごい一生懸命やるじゃないですか、好きなものに対しては。文句言うかもしれないけど、ガタガタ言いながら。それとさっきあったけど、その救いっていうのは本当にあって、その森田さんのやってた黒木を見て泣いてしまったっていうのがあるんだけど、それはきっとその物語の中にあることだけじゃなくて、森田さんがああいうものになんか果敢にチャレンジしてるっていう、そのなんか生き様みたいなものが伝わってくるっていうか、そうするとなんか自分もこういうふうにやるんだっていうような気持ちが出てきたりとか、なんか前向きになるじゃないですか。だから映画とかいろんなドラマとかを見ていくときに、その俳優さんたちがやるってことは、なんかすごい難しくて過酷なことをチャレンジしてくれてるおかげで、わあなんか私もこんなことじゃいけないなとか、なんかこう救われる時っていうのがあってね。で僕も子供の時に映画とか見てる時に、いやーこれから俺たちが出ていく世の中ってこんな厳しいんだっていうことをよく教えてくれたなって思ってね、すげえなこの人たちはと思って、じゃあどうやったらこの人たちみたいになれるんだろうとか、こういうものを作ってる人たちっていうのにどうやったら近づけるんだろうと思うと、やたら一生懸命クレジット見たりする子供心に。どういうところに行ったら、松田優作さんってどういうところに行ったら会えるんだろうとかさ、なんかやっぱりそのなんか力が強い人たちにちょっとでも近づきたいっていうパワーをもらいたいとか、なんか作ってる人たちのなんかその顔が見えてくるっていうかね、
なんかこの人たちは面白おかしくやってるけど相当頑張ってるに違いないぞっていうものがこう見てると伝わってくるじゃないですか。作品の引力に巻き込まれるというか、そうそう自分がそういうところに行けるから、だからちゃんとそこに自分がこうキャッチできるっていうかね、そしたらそこにこう吸い付けられて何か一緒にやりたいとか、なんかすごい思うけど、なんかバカバカしいことに見えるかもしれないけど、すごい才能が集まってくるじゃないですか。なんかもう音楽のスペシャリストがいたりとか、アクションばっかりやってる。本当ですよね。歌がうまいとか、やっぱ芝居がうまい、なんかもうありとあらゆる才能がこう集まってくるっていうか、年齢関係なしに、だからもう油断できないぞっていうのがあるじゃないですか。だからちょっとでもそういうところにこういい人たちと集まれると、自分がもうちょっとこう、なんていうか賢くなるって言ったらあれだけど、なんかこう豊かになるんじゃないかって、そうするともう一回やってみたいなってさ、きついこと多いじゃないですか。きついけど、でも今回の全裸2なんかもそうだけど、まあローマもそうだけど、井原さんと久しぶりにやったけど、やっぱ面白いなこの人たちはって思うわけですよね。そうすると、じゃあこれはまあ今ベストっていうか楽しかったけど、じゃあもう一ついけんじゃないかって、またこういう人たち集まってきたらもっといいことができるんじゃないか、その繰り返しがやれるっていう。やっぱいい作品を作らない限りそれが集まらないから、それはその時は大変な思いした方がいいわけよね。なんだけど全裸2をやってた時に井原さんとか、まあローマもそうだけど、レンジさんとかリエさんもそうだけど、声かけたらみんな、いやそれは面白くだからそれ大事だから、なんか面白そうだなって、すごいなと思いました。いや俺だって全裸監督の話来た時にすぐに出るって言ったらまあ見てたからね、たまたま見てて、あこんな挑戦してるんだと思って、俺は大事だと思って、やっぱりなんかまあ俺なんかはその将来の話をすると、やっぱりボーダレスになりたいと思うんだよ、自分が。いろんなやっぱこういう時代だし、いろんなボーダレスでいろんな海外で仕事をしたいと思うし、なんかそれが可能な時代になってるんだと思うんですよね。そうするといろんなそこでいろんな人種と知り合ってセッションして、これが楽しい。だから人と触れ合うことで人って生かされる。でも今コロナの時代はそれがシャットダウンになってるから、一番やっぱりこう苦しい状況なんちゃうかなと思って、まあ今日本当にね、お二人とこの楽しい時間も打ち上げですねプチ打ち上げですけども、またぜひ、まあ、飲む機会があれば、まあ、ぜひあれしたいと思います。また共演もねしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうも。そうか、終わりがこれもね。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しいお酒で何よりも食い物うまかったうまい。このペヤングいけますね。最高。そっからこうね、コンペ役につなげていく感じがね、なんかこう融合させて、なんか下宿な感じがします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。カメラ忘れとった。忘れない。ただの酔っ払いの久しぶりに酒飲んで楽しかったですね。いやもう単純に見ていただけたらな、いろんないい俳優さんが出てて、もうそれだけでも楽しめると思うんで、なんか逆に皆さんのいろんな意見を聞きたいなというぐらいで、もう楽しみにしてますこっちも。いや井原さんに本当に今日楽しい時間をなんか提供していただいて、なんかやっぱり若いなっていう井原さんのね、チャレンジ精神もいろいろ聞いて、こっちもなんか刺激になりますしね、まあ、いろんな国の人たちともすごい果敢にオーディションとかしてね、作品に参加してるっていうか、今後の井原さんがすごく楽しみだし、まあ、久しぶりに一緒にご一緒させてもらって楽しかったです本当に。いや本当に多分私も井原チャンネル見たことあるんですけど、本当にカメラがこっち側にあるんで、もう完全に私忘れてすっごい飲んで今めっちゃ酔っ払ってるんですけど、でもマネージャーさんには顔色変わらないなって言われたんですけど、お二人のすごく貴重なお話を聞けて、井原さんに関してはシーンが別だったので、今回初めましてだったんですけど、すごくいろんな貴重なお話を聞けたので、
楽しい時間を過ごせて、魚肉ソーセージもすごい大きいサイズのやつ食べれたんでよかったです。ありがとうございます。そうですね、予告編が今第2弾まで発表されてて、見る限りもういろんな材料が詰まりすぎてどこを見たらいいかわからないぐらいすごくさまざまなことが繰り広げられている作品になっていると思います。本当にさっきたけさんが言っていたようにシーズン1からシーズン2かけて見ることがすごく面白い作品になっていると思うので、ぜひシーズン2の6月24日に向けてシーズン1を見てもらって準備万端でシーズン2をご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。